50代後半。定年が現実味を帯びてきます。もう十分働いた。できればやめたい。でもやめて本当に大丈夫か。そう聞かれると大丈夫だとは言い切れない。この感じありませんか？お金のこと、健康のこと、家族のこと。仕事を手放した後の自分だって想像できない。同じように悩む皆さんのリアルな葛藤を言葉にします。この動画は望月秀夫の退職年金生活公式チャンネルの配信です。別チャンネルで流れていた場合は無断転載です。こんにちは、望月です。このチャンネルで動画を上げるようになって3年経ちます。その間、皆さんのコメントをたくさん読ませていただきました。その中でよく感じたこととして、定年前に迷っているのは、老後資金だけの話ではないということです。いろんな迷いや葛藤を皆さん経験されています。今回はこのチャンネルに集まってきた声と私自身の経験をもとに、その迷いをいくつか言葉にしてみたいと思います。やめたいけどやめて大丈夫とは言い切れない。まず大きいのはこれじゃないでしょうか。もう十分働いた。会社での責任も重い。体力も若い頃とは違う。通勤だけでも疲れる。人間関係もしんどい。できれば少し楽になりたい。でもその一方で住宅ローンが残っている人もいる。子供がまだ完全には独立していない家庭もある。大学生の子供がいたり、就職したばかりでまだ心配だったり、親の介護がこれから現実になるという人もいらっしゃいます。そうなると、リタイアしたいけどやめて大丈夫とは言い切れない。その迷いはとても自然なものだと思います。気持ちだけで決めるには不安がある。でも現実だけで割り切るのも苦しい。その間で揺れるんですよね。完全にリタイアするつもりはないという人も多いです。定年後も少しは働こうかな。再雇用でもいいかな。バイトやパートでも何か別の形で収入を得られたら。そう考えている人は少なくない。でもそこにも迷いがあります。働くこと自体が嫌というより、今の環境のまま続けることに納得しきれないんですよね。再雇用になったら給料は大きく下がる。肩書きも変わる。責任は軽くなると言われても、実際には周囲に気を使う。前と同じ職場にいるのに立場だけ変わる。これなかなか複雑だと思います。若い頃なら嫌なら転職という選択も比較的取りやすかったかもしれません。でも50代になると新しい職場に入るしんどさもあるし、収入や待遇がさらに下がるかもしれない。そう思うと動きたくても動きにくい。働くつもりではいるけど、この環境では続けたくないから、パートやアルバイトで週3日ぐらいで働こうか。このモヤモヤも
50代後半の迷いだと思います。今日は熊谷で宿泊します。2人で1泊6800円でした。安い。仕事というのは収入源であるだけじゃないんですよね。朝起きる時間が決まっていて、行く場所があって、会う人がいて、やることがある。自分はここで役に立っている、そんな感覚もある。会社は自分にとって最大の居場所なんですよね。だから退職というのは給料がなくなるだけの話ではない。私はすでにリタイアしてますが、朝起きた後に今日は何をしようかと考えたり、平日の昼間に家にいる自分に少し落ち着かなかったり、会社の人からの連絡も減って人とのつながり方も変わった。自分は何者なのかという感覚まで少し揺らぐことがあります。とにかく仕事を辞めたいと思っていた人でも、いざ辞めた後思った以上に戸惑うことがあるのは、居場所が大きく変わったこともありますが、その本質は居場所の変化ではなく変化した自分です。辞めるのが怖いというより、辞めた後の自分が想像できない。これも大きな迷いにつながるのではないでしょうか。この動画は公式チャンネル望月秀夫の退職年金生活でのみ配信しています。それ以外で見ている場合は無断転載です。若い頃ならある程度は自分の判断で進路を決められたかもしれません。でも50代になるとそうもいかない。親のこと、配偶者のこと、子供のこと、いろんなことを背負っています。例えば、本当は少し働き方を軽くしたい。でも、親の介護でこの先お金がかかるかもしれない。あるいは、配偶者の体調や働き方も気になる。子供は大人になったけれど、結婚や住まい、転職など、まだ何があるかわからない。そう考えると、自分の気持ちだけでは決められません。その上今は定年したら終わりという時代ではなくなりました。65歳まで働くのが普通になって、その先も選択肢がある。自由が増えたようでいて、でも実際には決めなければいけないことが増えている。50代が迷うのは弱いからでも優柔不断だからでもない。それだけ背負っているものが多くて、しかも簡単に答えが出せる時代でもない。だから迷うんだと思います。ここまでお話ししてきましたが、定年前の50代が迷っているのは、単純に辞めるか働くか、その二択ではない複雑さです。収入が下がっても働く自分を受け入れられるのか、それとも不安を抱えたままでも自由を選ぶのか。家族や親の将来を見据えると、今選ぶべきは何か。その間で揺れている。だから簡単には決められない。私はその迷いはとても自然なことだと思っています。この動画は答えを出すものではありません。私も迷いながらここまで来ました。もし今迷っている方がいたら、それはあなただけではないということ。
それを言葉にできたらと思って動画にしました。よかったら迷っていることをコメントで教えてください。また、すでに定年やリタイアを経験された方は、あの頃どんなことで迷いどうしたのか、今まさに迷っている方にとってきっと参考になると思います。このチャンネルでは定年退職・リタイア後のリアルなお金の話や暮らし、趣味のことなどリタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。